皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はかなり面白いニュースだと言えます。一体なぜそのように考えるかといえば、きっと皆さんはこの動画を見終わった後にコメント欄に2つの動物のアイコンを書き込みしたいと思うことでしょう。なぜならば、ある国の人々がとても話の理解力が低いんだなということがわかる。そしてそのことを表現するのに最も良い言葉というのが、この動物を2つ使った言葉で表せるからです。さて、具体的に一体何の話かをしていきましょう。東京オリンピックに際して韓国の選手団は自国の選手団向けの弁当を作りますよという話をしました。日本の報道機関もこれを報じてはいますが、一体なぜ彼らがそのようなことをしているかについて言及もせず、またそれらの点について批判もしていませんでした。ですからインターネットというのは非常に重要です。彼らのやっていることは全く非科学的な根拠をもとにして、福島県産の食材などは放射能汚染されているんだというネガティブキャンペーン、いわば東京オリンピックを政治利用する本来であれば日本国民全員が知り、彼らに対する非難の声を上げなければならないようなことです。そしてこのような事態に一つの変化がありました。アメリカの選手団が自国選手向けの給食センターを作りましたよというニュースが流れたのです。これを聞いて韓国の人々は大喜びしました。ああ、アメリカも私たちと同じような思いを持っているんだ。そのように勝手に誤解して、そして日本の人々の主張こそ間違っている。アメリカは韓国の味方だというようなことを言い始めているのです。今回の動画においてはそれが一体どれだけ〇〇なことかといったことを解説をしていこうと思います。それでは韓国が狂気乱舞しているそのような内容のニュース、一体どのようなものか見ていきましょう。東京オリンピック、韓国8500食、アメリカ7000食、弁当戦争。アメリカが東京オリンピック選手村近くに自炊センターを設け、自国選手団に食事を提供することが分かった。アメリカの日刊紙 USA Today は、アメリカオリンピック委員会は、東京オリンピックに出場する選手たちのために、世田谷区の大倉運動公園近くに給食支援センターを準備したと21日報じた。アメリカは23日のオリンピック開幕に先立ち、7万2000ポンド、約 32.7 トンの飲食物をコロラド州から東京に空輸した。大会期間中、選手団に合計7000食をビュッフェ形式または弁当形式で提供する。アメリカは2008年の北京オリンピックで約11トンの食材を持ち込んだことがあるが、今度はその規模が約3倍に拡大した。メニューは脂肪が少ない肉や鶏胸肉などの高タンパクな肉類が中心だ。魚、ベジタリアン用の食材、パスタ、ミートボールも用意する。アメリカの選手たちの食事を担当する栄養ディレクターは USA Today の取材に現地の調理師の助けを借りて日本の7つの販売業者から食品の調理に必要な材料を確保した。日本国内のアメリカ企業で様々なタンパク質の食材を約 900kg 注文した。日本の水産業者から約 160kg の鮭も購入したと語った。東京オリンピック組織委員会は選手村の食材を各都道府県から供給してもらっているが、2011年の東日本大震災や原発事故が発生した福島県も含まれており、物議を醸した。問題視しているのは韓国だけですけれども、大韓体育会はオリンピック選手村から車で15分ほどの千葉県浦安市内の変なホテル舞浜東京ベイに独自の給食センターを設け、選手が望む食事を作って配っている。大会期間中、8500食分の弁当を韓国代表選手団に配る予定だ。日本国内では韓国の弁当給食に反発する声も上がっている。自民党の佐藤議員は、食事を別途供給するのは福島県民の心を踏みにじる行為だと主張した。しかし、日本はアメリカが自国選手団に食事を提供するという話に対しては、特にこれといった反応をしていない。さて、理路整然に彼らがいかに理解力が低いかといったお話をしていきましょう。私はこういった話をするときに非常に理詰めで彼らの間違いというものを指摘することができます。それは別に私が頭がいいからではなく、彼らが非常に理解力が低く、いわばレベルが低いからこそできることです。頭のいい人であればこのような話をせずとも、彼らが一体どれだけ愚かかといったことをきっと論文にしてまとめることができるでしょう。さて、そのようにして話を始めるわけですが、まず第一のポイントは、アメリカは別に韓国の趣旨に賛同して自分たちの給食センターを作るわけではありません。まずここが一番大事なところです。誰もがそうなのですが、自分の食べ慣れた味というものは存在します。例えば日本人が海外に旅行した時に、なんとなく味噌汁が飲みたいなと思ったとしても、
海外では調達することができないことなどは別に珍しくはありません。現地の日系スーパーに行って似たようなものはあるんだけどちょっと違うなという風にして妙に食べ慣れたものが食べられないことにイライラとストレスをためることもあるでしょう。オリンピック選手にそのようなことがあってはなりません。食べ慣れたものを食べるということは競技以外のところにストレスがかからないようにするためには非常に重要なことです。ですからアメリカの選手団が自国選手向けの給食支援センターを作りましたよというのは全くもって問題はありません。日本がこれに対して一切批判の声を上げないのは別に彼らの気持ちというものもわかるからです。そして何より大事なのはアメリカの人たちには一切悪意がありませんし何ら問題行動ではない、この2つが重要なことなのです。それこそインドの選手が東京にやってきて選手村のカレーを食べた時にやっぱり自分たちの国のカレーが一番だなと言って自分たちでスパイスからカレーを作った。そのことに対して日本人が怒るでしょうか。そんなことはありません。しかし韓国の人たちはそのような考え方が全くできないのです。アメリカの人たちが給食支援センターを作ったぞ。きっと彼らも日本の食材が放射能汚染されていると思っているに違いない。やったやった、アメリカと韓国の心は一つだというふうにインターネット上では大盛り上がりしているそうなのです。実際私もそういった話を受けて本当に韓国の人たちそれほどひどい状態なのかなと思ったわけですが、実際そうでした。そのことがわかるのは私のチャンネルの動画に対するスパムコメントが入ってくるのですが、その内容というのがまさに私の言ったような話だったわけです。アメリカの人たちが給食支援センターを作ったぞ。ほら見てみろ。韓国の言うことの方が正しいではないかといったような、なんとも〇〇な人たちだなと思わざるを得ないような、私にそのような考えを強制的に抱かせるようなコメントを出してくるのです。私自身は別に韓国に対して好き嫌いではなく、問題は理路整然と問わなければならない。そういった話をしているのに、そのような〇〇な人たちが私にそのような感情を抱かせるようなあまりにもレベルの低い話をしてくるのです。このようにアメリカのやっていることは自分たちの選手向けの話として競技に集中してもらうために自分たちの食べ慣れたものをいつでも提供しますよといういわば競技のサポートとして行っているのです。一方で韓国の行っていることは一体何かといえばそういった競技に集中するためとかそういった話ではなくオリンピックを政治利用しようというネガティブキャンペーンのためにやっています。なぜそのように言い切れるかといえば彼らの主張している福島県産の食材が放射能汚染されている恐れがあるというのは全くのデタラメだからです。そのことはすでに東日本大震災以降福島県においてはそれこそモニタリング調査というものを延々とし続けることによって市場に問題のある食材が出ないようにずっと目を光らせているからです。そのための検査品質というものは世界有数であり逆説的に言えば世界一安全な食材でもあるのです。むしろ全ての食材を検査し尽くせば例えば韓国産のものが日本に入ってきた時に調べ尽くせばはるかに危険なものが入っていたりもしくはヨーロッパ産の食品の方が危険物として弾かれることなどがあります。ヨーロッパ産のものがなぜ弾かれることがあるといえばそれはかつてチェルノブイリ事故の影響により私たちが意識しない頃で放射性物質で汚染された食材というものも今でも存在するのです。ただしこの話を聞いてわあなんて大変なんだというふうに慌てる必要はありません。放射線量というのは安全か安全ではないかといったところが非常に重要で0か1かといった考え方をしません。もしも放射線を発しているものが全て危険だという話をしたらあなたはもう太陽の恩恵を二度と受けることができません。太陽からは毎秒凄まじい量の放射線が発せられておりそれも地球へと降り注いでいます。また地球自身も同じようにして放射線を放っていますから放射線ゼロかどうかといったところでちょびっとでも放射線量が計測されたらもう何もかも世の中が終わってしまうんだぐらいの話をする人は明らかに過剰反応というものです。そのような科学的な考え方をできるかどうかというのが非常に重要なのです。福島県においてそうした食品をずっと調査していて放射線量が全く検知できませんよといったそのぐらいの微量のレベルのものしか市場に出てこないのにこれを危険だというのは明らかに
非科学的な主張であり、彼らがいかに間違っていることを真顔で言っているかの一つの証明なのです。ですから、韓国の人たちがなんでアメリカも弁当を作るのに日本の人たちは批判しないのだと言ったら、彼らがいかに事実をねじ曲げて見ていて、アメリカの人たちは全く韓国の人たちとは違う理由で弁当を作っていることが、それが全く理解できていないんだなということの一つの証明でもあるわけです。さて、そのような韓国に対する日本の対応というものはきちっとやらなければなりません。一体何をしなければならないかといえば、それは世界に向かって韓国の言っていることがいかに間違っているかということを理路整然と感情論ではなく数値としてデータとして出しつつ、彼らの主張を全否定することです。さらに世界に向けてだけではありません。日本国内に向けても同様に広報しなければなりません。私のチャンネルの読者の人であれば、すでに韓国の人たちがこのようなことをしても別に驚きはしないでしょう。当然そのような考えをするよなとすぐに納得できるぐらいには事前の知識はある人たちです。ところが日本国民全員がそうかといえば全くそうではありません。韓国のやっていることがいかにおかしいのか、そのことについて全く関心を持っていない人たちもたくさんいます。そしてそのような人たちというものはまさに情報を受けるだけですから、今のテレビ局、新聞報道などが彼ら韓国のやっていることがいかに間違っていて、その主張というものがいかに非論理的なものであるか、そしてそのような非論理的な話をもとにして日本を批判しているか、この流れというものを全て周知徹底するような広報活動をしてほしいものです。もちろん現在の報道機関ではそのようなことはできないというふうに諦めることもできますが、そのような声を上げ続けることもまた私たちすでに知っている人たちの一つのやるべきことだと言えます。というわけで、弁当を作るという一つの話から韓国とアメリカの話が出てきて、それに対して彼らが一体どれだけ物事を理解する力がないかというお話をしました。そしてそのような人たちの書き込みを見ていると、まるであの人たちは〇〇だなという感想を私は思ってしまうのです。これは別に私自身が望んではないのですが、彼らにむしろ強制されてそのように思わされているのかもしれません。そして私が一体その〇〇として一体どのような言葉を思い浮かべたか、皆さんもぜひとも考えてみてください。その回答はぜひともコメント欄への記入で済ませてください。というわけで今回の動画はここまでとします。さて最後に少しだけ余談をしておきましょう。私の YouTube チャンネルに新しい機能が追加されました。それはスーパーサンクスという機能です。一体どんな機能かといえば、それは動画ごとにチップを支払いますよという機能です。いわば投げ銭。大道芸人が例えば街で何かをしていた時、街で何か歌っている人、ギターを弾いている人、何かパフォーマンスをしている人、そういった人たちに対して少しばかりのお金を出すといった行為、これをインターネット上で再現したのが投げ銭、スーパーサンクスという機能です。現在、メンバー募集という形で私の活動を支援してくる人たちというのを募集しているわけですが、そうした定期的な支払いではなく、動画ごとの評価で、この動画は良かったよという形で臨時的なチップを支払うということができるようになりました。この動画気に入ったなという時は、いいねボタンだけではなく、スーパーサンクスを使って投げ銭をしてくれる方も大歓迎です。といったわけで、新しい機能の簡単なご紹介でした。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。